本編に入る前に注釈です。どうしても言っておかないといけないので。本ゲームは、モラルに反する表現がありまして、ゲーム開始時には、このようなメッセージが表示されます。確かに過激で不快なものを含みますが、これらの要素は、作品の重要な一部として組み込まれており、ゲームプレイを通じてありのままお伝えすることになります。視聴者の皆様におかれましては、ご理解いただいた上でご視聴ください。皆さんこんにちは。今日はハリウッドアニマルをプレイします。まだ発売されて間もなく、録画時点のバージョンは 0.822 から 0.826 となります。アーリーアクセスですね。ロードマップでは、今後も、じゃんじゃん追加要素が来るっぽいです。今遊べる範囲でのクリア目標は、1929年から20年間会社を破綻、ヤギちゃん、おい、しないように経営することです。というわけで、私たちの映画会社ですが、デビルシスターズにしました。略称は DS ですね。倒産した会社を買い取ったんですが、前の会社の撮影済み映画や土地、人材を引き継いだところからスタートです。ここ、多額な資金にしました。実はこれ、4回目の録画なんです。開始数時間後に破産しまくったのでね。最初がきついんだわこれが。さて、一丁やったりますか。最初は、各部門のアップグレードを行います。完了までかかる時間はバラバラで、100日で終わるものもあれば2000日ってのもあります。途中で止めて別のをアップグレードしちゃうと、それまでの進捗がなくなっちゃうんで、よく考えないといけませんね。アップグレードを加速させるには、部門長のスキルで行えます。まあそれも、加速にはお金や影響力といったリソースを注ぎ込む必要があったりなかったりですね。で、ここからしばらく画面も加速します。やってることは同じなんですが、カットはしないでおこうと思った次第です。次は施設の建設ですね。維持費をケチるなら、建設タイミングをもっと細かく考える必要があるかと思いますが、ひとまず全部建てます。一応、どこにでも建ててはいいんですが、密着しすぎることはできないようになってます。どこでもいいとは言っても、敷地の範囲がありますよね。そうですね。なので、置き方が悪いと建てられない事態が発生しちゃいます。そうなったら、一度取り壊すなりして、建物を整理しないといけませんね。建設会社は3種類ありますが、最序盤は安いので十分です。建物の状態は 50% からスタートとなりますが、修理する頃には、会社の経営は軌道に乗ってますよ。なんか言ってきてますね。このゲームは文章長いので、しっかり読みたい方は一時停止して堪能してください。最後を見れば一目瞭然ですけどね。お休みくらいくれてやりますよ。そして、プリプロダクション部門が完成したので、部長と残ってくれた方々がぞろぞろ出てきました。こちらはレッスンですか。過去の栄光ってやつ？その割には星0じゃないですかやだ。レッスンすれば少しは上がるから。初期メンツはどうしても弱く、最初だけ使う形になりますが仕方ありませんね。で、いきなり陰口ですか。おお怖い怖い。プロデューサー室完成です。そういえば、部長の雇用では何を見てるんですか？レベルは全然見ず、契約金額と年齢で判断してます。安くて若いと最高ですね。今できた脚本部門はいかにもハリウッドらしいですね。名作も名作もすべてここから生まれます。好きなジャンルはドラマ、アクション、スリラーとしました。これは初期キャラの得意ジャンルになりますが、あまり深く考えなくても大丈夫です。警備部門は説明不要でしょう。さて、先ほど市の配達人が公開開始になりましたね。公開開始になると、このように映画の総合評価が下されます。木のマークも大事ですが、その右のも大事なので、こちらも見てみましょう。左のポップコーンは商業的魅力です。大衆受けするかですね。右の月桂冠は芸術的魅力です。知識人みたいな洗練された方に評価されるかになります。結局どういうことですか？この数字が高ければ良い映画ってことです。
施設の建設ラッシュですが、もう少しだけ続きます。先ほどお話しした画面を加速した理由にもつながるんですが、このゲーム面白いのにプレイ動画がないんですよね。YouTube ではいくつかありますが、ニコニコは1個しか動画がありませんでした。なんでや。ここら辺はバッサリカットでもよかったんですが、後続プレイヤーの立ち回りの参考になるように残すことにしました。一生懸命場をつないでるのはそういうことです。もし興味を持たれたらお早めに購入されることを勧めます。コンテンツ拡充につれてあと2回値上げすると告知されてますからね。さてさて、ようやく映画の作成に取り掛かれます。まずは構想と脚本家を選びます。星が低いですね。そうですね。しばらくは低評価の脚本が量産されます。場合によっては作ってきたそばからゴミ箱行きにするかもしれませんね。ただし、脚本家は作成するだけで経験を積んでいきます。最初は、とにかく数をこなしましょうか。映画の1ヶ月分収益が出ました。いいですね。どの週も黒字です。公開から時間が経つと観客も少なくなり、収入が減ります。一方で支出は一定であり、いつかは赤字になるため、配給終了の見極めが肝心です。確かに、8週目が赤字ですね。ここが潮時ですね。前のオーナーは、なかなか良い映画を残していきました。当面は、これを超える映画を世に送り出すことを目標にしましょう。で、ちょっといい感じに話してたのに何ですか？主演の方が撮影後亡くなってたんですが、遺族の方へ、収益の 25% を支払う契約が出てきました。なお、遺族は飲んだくれであり、お金は、酒代に消えるものとします。迷いますね。酒に溺れさせるために支払ってもいいんですが、せっかくですので上の選択肢にしましょう。君は何も見なかった。いいね。あ、私ちょっと透けますね。はい、お金を着服しました。ああ。これはゲームだから。で、当然のことながら漏れないようにするために、警備員を割り当てることができます。メーターが下がりきると、秘密の隠蔽に成功しますので、お祈りしておきましょう。悪いことをした時の、心臓が持たない感覚を味わえるんじゃないでしょうか。やったことが終わりで。黙秘権を行使します。フランスの雑誌のお偉いさんがハリウッドにお熱でして、俳優をパーティーに招待してるそうです。我々も A 級俳優を抱えませんか？このバゲット野郎が。いいアイデアですね。早速、フリーの俳優さんを見つけましょう。この Tips の通りですが、今回のターゲットは、まるで囲ってるようなアイコン持ちの俳優さんです。善は急げと言いますし、見てみましょう。おお、いるいる。ターゲットですが、画面に3人いますね。3人のうち誰を選ぶか、プレイヤーによって分かれるかもしれません。特性がね、ちょっとね。ああ、なるほどね。こんなのがゴロゴロいますよ。ゲームシステムとして何かあるのか、単なるフレーバーなのか、判断つきにくい部分なので、私は気にせずに評価してますけどね。軽く考えた結果、ジャネットさんと契約することにしました。交渉画面はこんな感じ。結構凝ってますよね。契約タイプは1年ではなく1作品出演とします。極限まで節約します。1年のうちに1作品以上出演させるなら年数契約の方がいいんでしょうが、経験上そんなに酷使しないかな。ともあれ、無事契約できました。最初の仕事はパーティーでの売り込みですよ。たとえ1作品契約でも我々のスタジオ所属なので、彼女が目を引くと我々の評判が上がるんですね。さて、今回はここまでとします。細かいイベントがひっきりなしに発生するんでね、残りは次回に回そうかと。こっから20年駆け抜けていきますが、何パートになるのやら。後半につれてカットしていくと思うので、とんでもない数にはなりません。多分ね。では、最後までご視聴
ありがとうございました。